包丁とまな板ということで、ついにと言いますか、なんとと言いますか、こんな感じでね、銀座渡りのロゴが入った包丁とまな板が商品化しましたので、この動画でね、紹介させていただきます。包丁もまな板も、これね、コンセプトとしては、我々本業の人間が使う道具をご家庭でも使っていただけたらということで企画しておりますので、これね、どの商品も手作りの商品なので、数量限定の予約制という形で販売させていただきますので、興味がありましたら、概要欄の URL をクリックいただければと思いますと。それでは、まずはね、包丁から紹介させていただきます。柳刃包丁から紹介させていただくんですけれど、渡りといえばね、包丁は当然水新さんと協業で、作らせていただきましたと。この包丁は 270mm 9寸の、銀酸の柳刃包丁ですと。銀酸っていうのはステン系の鋼材の一種でして、鋼の包丁かね、ステンの包丁か迷ったんですけれど、やっぱりね、家庭で使うなら錆びない包丁が使いやすいのかなというところで、今回ね、銀酸という鋼材を選ばせていただきましたと。包丁の性能というのはね、主にこの鋼材の硬さと粘りによるところが大きくて、硬さっていうのは単純にね、硬ければ硬いほどこの切れ味が良くなっていきますと。で、粘りって何なのかというと、包丁って使ってるうちにどんどん切れなくなっていくじゃないですか。粘りが強ければ強いほどこの切れやむスピードが遅くなる。だから長くよく切れるっていうことですよね。硬ければ硬いほど、粘りが強ければ強いほどいいのかと言いますと、それはね、また微妙な問題でして、どんなに硬くてどんなに粘りが強くても包丁というのは切れなくなっていくもので、硬すぎたり粘りが強すぎたりすると、今度ね、研ぐ時に包丁が研げないんですよね。で、そういうことを踏まえてね、ステン系の中では僕はね、銀酸という鋼材が非常にね、包丁に向いた鋼材なのではないかと思っているので、今回は銀酸の包丁を企画させていただきましたと。9寸 270mm っていうとちょっと短いんじゃないかと思うかもしれないんですけれど、これね、そこは水新さんの技術力でありまして、長さが短い分重さで切るっていうことが柳刃包丁は可能で、水新さんはね、このね、長さとね、重さのバランスが非常に僕は好きなバランスで包丁を作ってくれるんですよ。これはね、手に取らないとわからないことではあるんですけれど、このね、包丁のずっしり感で十分にね、刺身が引けるような包丁の作りになっていますんで、長さとね、鋼材とこのバランスと含めて、家庭で使っていただくならね、この柳刃が良いのではないかと僕は思っておりますと。続いて紹介しますのはこちら。パッと見はね、ちっちゃい出刃包丁に見えるかもしれないんですけれど、これはね、165mm の、鋼白2孔の船行きという包丁ですと。先ほどね、柳刃の際は錆びない包丁がいいんじゃないかと言っていたんですけれど、こちらの包丁に関しては鋼のね、錆びる包丁になっておりまして、これはね、ちょっと理由がありまして、僕はね、もともと水新さんに包丁頼む際は白紙の包丁しか頼まないんですけれど、そもそも実際に仕事で使うようで、この厚みの薄いね、小さい小魚をさばくのに便利な包丁ってありますかと頼んだところ、水新さんから船行きという
出刃の厚みを抜いた包丁があるんで、よかったら試してみませんかと、そこから愛用させていただいている包丁でして、だからそんな背景もありましてね、鋼の鋼材の包丁になっていると。何が便利かと言いますと、これはね、とにかくこの厚みが薄いのがポイントでして、この2本はね、魚をさばくのに使う包丁、なので丸の状態から柵に取るまで使う包丁ってイメージですかね。皆さんご存知だと思うんですけど、出刃包丁結構厚みがしっかりあってね、魚の頭割ったりだとか粗い使い方にも対応できる包丁でして、これがね、僕が動画内でよく使っている包丁なんですけど、これはね、出刃包丁に比べて厚みがね、全然ない包丁なんですよ。形は出刃包丁みたいな形してるんですけど、上から見ると分かりやすいんですけど、この薄いのがね、僕は結構使いやすくて、 YouTube のコメント欄なんかでは圧倒的に問い合わせが多い包丁ではありますかね。寿司屋さんっていうのはアジだとかね、貝類だとか、あと小肌だとか小さいね、魚だとか貝を扱う機会が非常に多いんですね。その際にこのね、出刃包丁だとどうしてもね、厚みがあって骨を抜く時の包丁の抜けが悪いなと僕は感じていて、今回ちょっとね、渡り商品を作りたいと水深さんに相談したら、これね、ほんと数はそんなに確保できないんですけれど、何本かね、僕の愛用している船行きを制作していただいたので、ぜひお願いしますという形で、商品化しましたと。とにかく魚をさばく時の抜けが良くて、かつね、薄いから刃が弱そうかなと思うんですけれど、ヒラメだとかタイだとか、2キロ程度の魚ならね、全然さばけちゃうような、僕はね、これはね、おそらくは一生使い続けるであろう包丁かなと思っているので、これはね、ぜひぜひ皆さんに手に取ってこのね、さばく感覚を味わっていただきたいなと思う包丁の一つではありますかね。ということで、こちらが、165mm の、白2個鋼の船行き包丁でございますと。3本目に紹介いたしますのはね、こんな感じでなんともおしゃれな模様の入った、230mm の牛刀でございます。この包丁ね、どういった使い方をしていただきたいのかと言いますと、家庭用の包丁ということで、肉も野菜も魚も全てをね、1本でこなせる包丁はないかというところで、企画させていただいた包丁です。この模様って何なのかと言いますと、これはね、ダマスカスという鋼材でして、芯材に V 金というステンを使って、で周りにね、ニッケルを重ね合わせて叩いた包丁になりますと。ダマスカスという鋼材の特徴は、とにかくね、刃が頑丈なんですよね。一般のね、家庭の包丁と比べても圧倒的に長く切れる、耐久力のある力強い包丁になっておりますと。何がいいかと言いますと、しっかりとね、重さがある包丁になってるんですよね。一般のね、包丁ではなかなか味わえない、この包丁自身の重さを利用して食材を切るということを、体験できるんではないかと僕は思いますので、この3本目は、230mm のダマスカスの牛刀でございます。
最後にこちらまな板について紹介させていただきますと、このまな板は僕がお店でもお世話になっている三好のキッチンさんという奈良県のメーカーさんと協業で企画させていただいたまな板です。この商品はね、材質と作りとあと大きさにこだわって、作っておりますと。材質についてお話しすると、これはね、ヒノキを使ったまな板になります。まな板に使うね、木材って桐だとかイチョウだとかね、いろいろな木材があるんですけれど、中でもね、香りと強度と含めて、ヒノキというのがね、一番品質が高いのではないかと僕は思っておりますので、今回はヒノキのまな板を作らせていただきました。ヒノキの中でもね、奈良県の吉野のヒノキというのは品質が高いと言われておりまして、法隆寺なんかもね、吉野ヒノキを使って作られたなんて言われてたりしますかね。作りについて紹介しますと、このまな板は一枚板のまな板になりまして、通常のね、木のまな板っていうのはね、この何枚かの木を紡いでね、継ぎ木をして作っている場合が多いんですけれど、このまな板は原木からね、切り出したもう一枚のまな板になっておりますと。継ぎ木のまな板というのはね、どうしてもね、この木の継ぎ目から割れてきたりなんてことがあるんですけれど、一枚板はね、そういった可能性が比較的少ないまな板でございます。最後にね、これ大きさについて紹介いたしますと、このまな板はね、470mm×290mm× あと厚さね、厚さが 30mm という規格になっておりまして、なぜね、この大きさにしたかったのかと言いますと、まな板1枚で全てが完結する大きさになってるんですよね。どういうことかと言いますと、柳刃包丁を置いた時に柄から切っ先までがしっかりと1枚のうちに収まるというのが僕の中では重要でして、横の長さが短いとどうしてもね、こういった感じでね、切っ先がまな板からはみ出したりっていうね、なんかちょっと気持ち悪いような状態で作業を進めなきゃいけないというのがありまして、高さが少ないとまな板をね、こう置いた時に作業スペースが狭くなってしまうんですよ。そう、なんかね、僕はね、このまな板1枚の上で作業が完結するというのが収まりがいいのかなと思うので、この大きさにしておりますと。なぜね、プラスチックのまな板ではなく木のまな板をおすすめしているのかと言いますと、木のまな板っていうのはね、包丁との相性が非常にいいんですよね。それはね、音と香りはもちろんなんですけれど、何よりね、このね、包丁に優しいというところが一番のメリットに感じていまして、包丁って使ってるうちにね、どんどん切れなくなっていくじゃないですか。その原因はね、食材よりもプラスチックのまな板にあると言われておりまして、いい包丁を使うんであればね、いいまな板を使って、当然ね、包丁が長く切れれば研ぐ回数も減って必然的にね、包丁を長く使うことができますんで、いい道具というのはね、長く使えるということなのではないかと。本日ね、包丁3本と、まな板を1種類渡り商品をね、紹介させていただきまして、どの商品もね、予約制の受注生産ではありますが、概要欄のね URL より購入いただけますので、もし興味がありましたらご購入よろしくお願いいたしますと。ということでね、商品についての説明を続けた回ではあるんですが、動画は以上となりますんで、ご視聴ありがとうございました。買ってね。